過去やってきて、つまらんこともいっぱいやってきたけど、この年になったらあんまり無駄なことはなかった、なんかで生きてるとは思うことは結構ある。それ皆さん言うと思うけど、失敗はやっぱり OK。 痛い失敗はめっちゃ痛いけども OK。 雲にはなりにくい。
こいつはいけるな多分。ログをここまで2個結ばれて3個したから。実用的という面だけの急須を僕作ってるわけじゃないんやけども、やっぱりその大事なところは実用的なところで、それはなんていうのかな、ストレスがなく美味しく入るというのが結構僕の中では一つの課題
ストレスというのはなんかスタイルがいいとか色が綺麗とかそういう風なので惹かれやすいんやけど、実はちょっと使いにくいであるとか、なんかこう不満が残らない、そういった感じのものを作りたいとは思ってるし、やっぱり嗜好品やから美味しく入るという、その2つは結構思ってるんですよ。例えばお茶屋さんとかもうすごく好きな人とかがこれで入れると美味しいよねっていうふうに言ってくれることがあるので、そのあたりかな。お茶の持っているポテンシャルをちゃんと出してくれるっていうことだと僕は理解してるんで、長年使うというその器の世界でいくと育てるっていう育てがいのあるものという感覚は持ってる。年とともに成長していくっていう愛着度も増していく、めでていくっていうの具体的な言葉で表現はしにくい。飽きないイコールそういうところかもしれない。飽きない、単純に言うと買う人ってプロからアマまでいるわけで、やっぱりそういったところを目指して作ってることがやっぱり多いので、僕とかどっちかというと同じ原料を使うんやったら違う、味テイストのものを作りたいと思えば自分で掘った方がやっぱり早い、やっぱ違うテイストになるので、特に粒度とかそういったものをある程度こう寄せてくる、そうじゃないものを求めたらもう自分でやるしかない。で、焼き締め自体はナチュラルなもんやから、そういったものの方がいいとも思ってはいるけどね。こういうものを作りたいっていうのがあったらそれに向かっていくというパターンであれば、それに向かう土をとか技法とか選ぶんやけど、そうではなくてこの土だったらどういう表現がいいのかなとか考えて、それに合うようなやり方を選んでいくというのが僕の中の表現の一つかもしれないかな。それは憧れはあるよし、自分もやってるし、同じものができないし同じものを作る必要もないとは思ってるけども、雰囲気は出ないな、どうして昔の人はどうやってたんかなというのはよく考える。特に薪窯ではその技術がというか、このレンガとかそういう環境が進めば苦労も少ないわけやけど、逆に昔はいろいろと苦労してるはずやから、その苦労のおかげで多分そういう奇跡の色とかそういうのが出てきたんじゃないかなとかは思ったりもするし、ただ現代に生きてるからまるまる同じものを僕は求めてはない、やっぱりちょっと、切り口の違うというのは求めてるかなとはありますね。極端な言い方、失敗したからこそ成功ってあるってわけやから、やってみなかったらわからないじゃない。でそういう固定概念で見てしまうと発展がないかなとは思ってるかな。失敗して初めてここでやめとこうというのが見えるので新しいことでも初めて僕に合ってなかったとかで、なんていうのかな、結構いろんなこと過去やってきて、つまらんこともいっぱいやってきたけど、結構今のこの年になったらあんまり無駄なことはなかった、なんかで生きてるとは思うことは結構ある。痛みを伴わないとわからないというバカな人やな一つだけ同じことばっかりやってる、そういう職人さんもいて、それはそれで素晴らしいことなんやけど、やっぱりいろんなことやってたりするといろんなこれとこれ組み合わせたらできるかなとかいうそういうのが年を重ねてそういう蓄積だけ後ろにあったりするからそれは大きいかな。それ皆さん言うと思うけど、失敗はやっぱり OK 痛い失敗はめっちゃ痛いけども OK